このチャンネルで前に公開した動画でトランジスタとバイアス抵抗の2つだけでアンプを作り、パソコンから USB オーディオインターフェースを使って音を出すことができました。でもこのアンプにはまだ問題が残っています。オーディオインターフェースの出力がせっかくステレオなんだから右と左の両方のチャンネルを使って音を出そうとしたところ、左チャンネルで音が出るのに右のチャンネルでは音が出ないのです。この動画ではなぜ片方のチャンネルで音が出ないのか、その原因を調べ、どんな入力の場合でも動作するようにするためにはどうしたらよいのか、この問題を解決する方法を説明します。実はこのアンプにコンデンサーを1つ追加するだけで両方のチャンネルの音が出るようになります。この動画を見れば、なぜアンプに AC カップリングが必要なのかがわかります。また、コンデンサーの動作のイメージをつかんで、それをカップリングコンデンサーとして使うと、どのような働きをするのかについても理解できますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまず、問題が起こっているアンプの回路を確認してみましょう。この回路は前回の動画003で作成した固定バイアスの A 級アンプの回路です。前の動画で実際にこのアンプを動作させてみて音が出るのを聞くことができましたので、全く動かないというわけではありません。この回路は音声信号入力にバイアス抵抗を通して流れる直流のバイアス電流を加えた信号をベースに入力することにより、コレクタの出力信号の振動の中心が出力の最大値と最小値のちょうど真ん中に来るように設計したつもりでした。それでこのアンプは永久動作して音が出るように思われますが、残念ながら音が出ないことがあります。これまでの動画ではパソコンの USB 端子に接続した USB オーディオインターフェースのステレオ出力の左チャンネルを作成したアンプに入力して音を出していました。そのように左チャンネルの L 側の信号をアンプに入力すると問題なくスピーカーから音が出ます。ところが今回この USB オーディオの右チャンネルをこのアンプに入力すると音が出ないことが分かりました。なぜなのでしょうか。では音が出ない原因を探るためにオシロスコープでその波形を見てみることにしましょう。まずパソコンにつないだオーディオインターフェースの出力の右チャンネルと左チャンネルの違いを確認したいと思います。今 USB オーディオの左と右の両方のチャンネルの信号をアンプに接続しない状態でどのような波形になっているかを見ています。現在表示されているのはパソコンから出力されている 1kHz の制限波の波形で、黄色で表示されているチャンネル1はアンプで音が出る左チャンネルの波形で、青で表示されているチャンネル2は音が出ない右チャンネルの波形です。信号の縦方向の幅、ピークトゥーピーク電圧はどちらも 60mV から 70mV 程度であまり変わらないようですが、振動の中心が大きく異なり、音が出ない右チャンネルの方はかなり高い電圧がかかっています。オシロスコープの直流成分を見ると振動の中心を確認できますが、音が出る左チャンネルの振動の中心は 200mV 程度ですが、音が出ない右チャンネルでは 1.4V 以上の電圧がかかっています。以前の動画でも説明しましたが、ベースエミッタ間の電圧は 0.6 から 0.7V 程度で、それを超えると急に電流が流れ出すことを話しましたが、この 1.4V もの電圧が出ている信号をベースに直結するとかなりの電流が流れてしまう可能性があります。後から詳しく説明しますが、このように左チャンネルの振動の中心が設計時に想定していた 0V に近いのに対し、右チャンネルはか
かなり高い電圧となっているのが音が出ない原因です。それでここで見たこの2つの信号の違いを覚えておくと、この後の説明が理解しやすいと思いますので、頭に置いておいてください。では次に、音が正しく出る左チャンネルの入力と出力を見てみましょう。今、音が正しく出る左チャンネルの入力がチャンネル1に接続され、黄色で表示されています。青で表示されているチャンネル2にはスピーカーがつながれているトランジスタの出力コレクタがつながっていて、その部分の波形を見ています。入力の中心は 670mV 程度となっており、以前公開した002の動画で原則2として扱ったトランジスタがアンプとして動作できる領域では、ベース電圧が 0.6 から 0.7V あたりになることをお話ししましたが、現在のベース電圧はその範囲内の 0.67V 程度となっていることが確認できます。そして青で表示されている出力波形を見ると、綺麗な制限波でスピーカーから音が出ていることも確認できます。では、音が出ない USB オーディオの右チャンネルをアンプにつないだ時の波形も見てみることにしましょう。今、音が出ない方の右チャンネルをアンプの入力につないでいます。入力波形はチャンネル1の黄色で表示されていて、チャンネル2の青は出力の波形です。入力電圧、出力電圧とも振動しておらず、一定の電圧で平坦な信号となっています。入力は音が出る左チャンネルでは 670mV 程度を中心に振動していたのに対し、右チャンネルは 830mV 程度となっており、かなり高い電圧となっています。先ほど USB オーディオの右チャンネルの出力をアンプに接続せずに波形を見た際に、かなり高い電圧が出ていたので、このような状態になるのも不思議ではありません。この電圧がかかっていると、かなりのベース電流が流れているはずです。出力の青い波形を見てみると、コレクタの電圧がほぼ最低の 0V あたりで動いていませんが、これはベース電流が大きすぎてコレクタ電流が最大となっていることを示しています。この波形から音が出ないのは、入力信号の電圧が高すぎて、入力であるトランジスタのベースに流れる電流が大きくなりすぎ、出力電流が上限に張り付いて動かない状態になっているからだということがわかります。今、オシロスコープで確認して、左チャンネルで音が出ないのは、入力信号の電流が大きすぎることが原因であることが分かりましたが、なぜそうなるのでしょうか。それは、入力信号にすでにバイアスがかかっていて、振動の中心がゼロでないためです。オシロスコープで見た入力信号は電流ではなく電圧ですが、ここでは電流がどうなるかを書いています。バイアスについて説明した際に、バイアスをかけるということが入力信号に直流であるバイアス電流を足し合わせて振動の中心を持ち上げるということであることを説明しました。そしてその際には、入力信号の振動の中心がゼロであることを想定して計算していました。ところが、音が出ない右チャンネルの入力信号は振動の中心がゼロではなく、それにバイアスがかかっていて、振動の中心が上がった信号となっています。これが問題です。入力信号の振動の中心がすでに上がっているので、バイアス抵抗から供給されるバイアス電流より高いところに振動の中心が来てしまっているのです。つまり、入力信号の中心 IDC とバイアス抵抗から来る I バイアスが加算された値が振動の中心となっているということです。それでバイアス点が高くなりすぎてしまって、
出力電流が上限に張り付いてしまっているのです。これが音が出ない原因です。ではどうすればよいのでしょうか。今回音が出ない右チャンネルの信号のように、振動の中心が0でない信号を考える際には、直流成分と交流成分に分けて考えます。これまで交流である音声信号と直流であるバイアス電流を足し合わせると、振動の中心が引き上げられた信号となるということを考えてきましたが、逆に振動の中心がずれている信号は、0を中心に振動する波の部分と直流部分を足し合わせたものと捉えることができます。このように考えて、0を中心に波のように振動する部分を交流成分と呼び、一定で変わらない部分を直流成分と呼びます。今回の問題は振動の中心がずれていることですので、信号の交流成分のみを取り出すことができれば、問題は解決されることになります。つまりここに書いている左の信号のように、直流成分と交流成分の両方を含む信号から直流成分を取り除き、右にあるような交流成分のみを取り出して、その交流成分のみの信号をアンプの入力に入れれば、エレキチのアンプで音が出るようになるはずです。それができれば、どれほど信号にバイアスがかかって振動の中心がずれていても、機器や回路によってそのずれが異なっているとしても問題なく音が出るようになります。でもそんなことができるんでしょうか。実はこれは一つの部品だけで実現することができます。直流を通さず交流を通す機能を持つ部品があるのです。それはコンデンサーです。コンデンサーはキャパシタとも呼ばれ、この部品は電荷をためる機能を持つ素子ですが、さまざまな目的で用いることができます。エネルギーを蓄えたり、直流を取り除いたり、交流のノイズを取り除いたりと、さまざまな目的で使われる非常に奥が深い部品です。今回はこのコンデンサーを直流を通さず交流だけを通すために用いて音が出るようにしたいと思います。このコンデンサーの動作は次のようなイメージだと思います。この図の中央の緑色で描いている部分がコンデンサーのイメージを描いたものです。この部分には動くことができる仕切り板で区切られた2つの部屋があり、それぞれの部屋には外部から空気が入るパイプを取り付けられるようになっています。両方の部屋の間で空気の漏れはなく、空気が移動することはありません。またこの中央にある仕切り板は図にあるようにバネを使って壁に取り付けられていて、力がかからない場合にはちょうど中央に位置して2つの部屋の広さが同じになるように作られています。でもどちらかの部屋に空気が入ってきて圧力がかかると、この仕切り板は移動します。でもどこまでも移動できるわけではなく、バネが伸び縮みできる範囲があって、それ以上は動くことができません。バネが伸びたり縮んだりした時には、エネルギーがバネに溜まって、バネからの力がその仕切り板にかかることになります。このイメージを頭に描くと、コンデンサーを理解しやすいと思います。では、このコンデンサーが直流を取り除き、交流だけを通す動作をする時のイメージを考えてみましょう。次のような感じだと思います。これはコンデンサーの左側の端子に振動の中心電圧が高い波が入力された時に、右側の端子に交流成分のみが出力されることを表したイメージです。このイメージのコンデンサーに相当する部分には仕切り板があるので、空気は左から右、あるいは右から左の部屋に流れることはできません。また仕切り板は可動範囲が決まっていますので、空気を流し込んだ時、バネが最大限伸び縮みするまで入ったら
それ以上は仕切り板が移動することができず、一定以上の空気を入れることはできません。それと同じで、コンデンサーは一方向に直流電流をかけると、最初は最大限電荷を蓄えられる量だけ電流が流れ込みますが、それ以上は電流は流れませんので、コンデンサーには直流電流を流し続けることはできません。では、一方向に圧力をかけるのではなく、空気の圧力を変動させるとどうなるでしょうか。そうすると、圧力に応じて空気が入ったり出たりするので、仕切り板がその空気の移動に伴って左右に移動し、反対側の部屋にも圧力の変動が生じます。そして反対側の部屋に接続しているパイプの外側にも空気の出入りが生じることになります。これと同じように、コンデンサーの一方の端子に周期的に振動する交流電圧をかけて交流電流を流すと、反対側の端子にも電圧の変動が生じ、交流電流が流れます。このようにコンデンサーは交流を流し、直流を通さないようにするために使うことができるのです。では、振動の中心がゼロでない波がコンデンサーに入ったらどうなるのでしょうか。このイメージに書いているように、左側の気圧が高く、右側の気圧が低い状態で、左側の部屋の気圧が圧力の高いところで変動するとどうなるでしょうか。そうすると、仕切り板は圧力の差のため、左右の部屋の圧力差に応じてバネがつながれた仕切り板が右に移動します。でもそのように仕切り板が右にずれたとしても、左側の圧力が変化すると、そのずれた位置を中心に仕切り板が移動しますので、右の部屋の圧力も振動することになります。これと同じように、コンデンサーの片方の端子に電圧が高い、あるいは電流が大きな領域で振動する信号を接続すると、反対側の端子から振動の中心が低い信号を得ることができます。いくらか振幅が小さくなるとしても、交流信号の形は変わらず、コンデンサーの反対側に電気を流すことができます。このようにコンデンサーは直流成分をカットし、交流成分だけを通すことができるのです。このコンデンサーをここに示す回路のように接続して、左の枠にあるようなバイアスのかかった信号、つまり交流成分と直流成分の両方を含む振動の中心が 0V からずれている信号を入力端子に入れると、コンデンサで直流成分がせき止められ、交流成分のみがコンデンサーを通過します。そして右側の出力端子には振動の中心が0である交流成分のみが現れます。このコンデンサーを使えば、エレキ値のアンプでバイアスのかかった信号が入力されても音が出るようにできるはずです。では、エレキ値のアンプの回路をどのように修正すればよいのでしょうか。ここまでの説明を聞いた電子回路初心者のエレキ値少年がどうするかご覧ください。さて、エレキ値は AC カップリングのためのカップリングコンデンサーをどのようにつけるんでしょうか。いいですね。音声入力の端子からトランジスタの入力であるベースにつながる線にカップリングコンデンサーを入れました。これで入力音声信号の直流はカットされて、交流成分のみが回路に伝わって音が出ると思います。でもコンデンサーの静電容量をどうしたらよいかわからないようですね。どうするんでしょうか。
っちのコンデンサーには積層セラミックコンデンサーと電解コンデンサーがあるようです。静電容量が大きなものがある電解コンデンサーを使うようですね。さっきエレキチはインターネットでアンプのカップリングコンデンサーにはどの程度の静電容量のコンデンサーが使われるか調べて、10マイクロファラッドから100マイクロファラッドあたりを使っている回路が多いようだと思っているようです。まずは47マイクロファラッドを試してみるようです。コンデンサーの耐圧は 16V のようなので十分ですね。音が出ましたね。カップリングコンデンサーが機能して右チャンネルでも音が出ています。これでステレオで音を聞くことができます。よかったです。エレキチは静電容量を変えて音を聞きたいようです。470マイクロファラッドと差し替えるようですね。音はほとんど変わらないようです。0.47マイクロファラッドはどうなんでしょうか。少し音が小さくなったでしょうか。やはり最初に使った47マイクロファラッドにするようです。これで入力信号に依存せず音が出るアンプを作ることができました。エレキチは最終的にこの回路図のように47マイクロファラッドのコンデンサーを信号の入力部分に追加して、バイアスがかかった入力信号を接続しても動作するアンプを作ることができました。これにより追加する前には音が出なかった USB オーディオの右チャンネルでも音を出すことができることを確認しました。今回追加したような直流を通さず交流だけを通す接続の仕方を AC カップリングといい、このために利用するコンデンサーのことをカップリングコンデンサーと言います。このコンデンサーをこの回路図のように音声信号の入力部分に入れることにより、入力信号に含まれる直流成分がカットされて交流成分だけを通過させてベースに入力することができるようになります。このカップリングコンデンサーは外から入ってくる入力信号の直流成分を取り除くだけではなく、このアンプの入力に接続される機器、今回で言えば USB オーディオを守るためでもあります。もしこのコンデンサーがなければ、このアンプのバイアス回路から供給されるバイアス電圧が入力に接続した外部機器にかかり、その入力機器を壊してしまう恐れもあります。このアンプで使っている電圧はさほど高くないので危険度は低かったと思いますが、実はこれまでのエレキチアンプにはカップリングコンデンサーがついていなかったので、場合によってはこのアンプのバイアス回路からの電気が入力端子から外部の機器に流れて、それを壊してしまう恐れもあったと思います。そういう意味でもこれまでのエレキチアンプは不完全だったのです。このようにカップリングコンデンサーには外部から入力される信号の直流成分を取り除くだけでなく、このアンプから入力機器方向に行こうとする直流も遮断する役割があるということを覚えておかれてください。今日はエレキチのアンプにカップリングコンデンサーを追加することで、これまで片方しか音を出すことができなかった USB オーディオで
両方のチャンネルの音を出すことができるようになりました。おそらく一般的なオーディオ機器をつないで使用できるアンプになったと思います。でも今回のアンプではエレキチャいくつかのコンデンサーを試してから静電容量が47マイクロファラッドのコンデンサーを使っていましたけれども、どの程度の静電容量のコンデンサーがふさわしいのか、また極性があるコンデンサーのプラスとマイナスをどちらにすればよいのかについてもあまり考慮していませんでした。それで次回の動画では AC カップリングコンデンサーについてもう少し詳しく説明し、コンデンサーがどんな特徴を持っているのか、どう使うのかについてお話ししたいと思います。ぜひチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。